こんにちは、トラトラチャンネルです。アメリカの機関車を見分けるのは難しいですよね。そこで今回も前回に引き続き、アメリカの機関車の見分け方をお伝えしたいと思います。Train and Travel Tra Channel。 皆さんはアメリカの機関車を見分けれますか？日本の機関車は見分けがつくけど、アメリカの機関車はどうやって見分けるのかわからないという人も多いかと思います。前回まで機関車製造メーカーの見分け方と各貨物会社の見分け方をご紹介しました。今回はディーゼル機関車の車両形式の見分け方を見ていきましょう。当チャンネルでは編成数クイズやコンテナ数クイズでたくさんのディーゼル機関車が登場しました。この動画でどこの会社が製造して何という形式のディーゼル機関車であるか分かった人は素晴らしいです。これまで2回に分けて GE の機関車と EMD の機関車の違いをどうやって見分けるのかと、アメリカの貨物列車の運用会社と特徴をお伝えしました。もしこれらの動画をご覧になっていない方はこちらもご覧いただくことをお勧めします。アメリカのディーゼル機関車は色が違うだけで見た目は本当によく似ていますよね。走ってきた機関車の形式までを見分けれればアメリカの貨物列車の見る楽しみにもなりますので、ぜひ最後までご覧ください。今回はディーゼル機関車の車両形式の見分け方をテーマにお届けします。動画1本で全ての車両形式の説明は難しいので、代表的な形式のみをご紹介します。なるべく簡単に違いがわかるように説明したいと思います。投稿主は機関車の専門家ではありませんし、専門家にも程遠いと自認しています。なので、これからの話の内容は、今までの経験と関係資料から学んだ最も基本的な情報を集めたものです。もし、間違いなどがありましたらコメント欄で教えてくださいね。過去に撮影した機関車の例を用いながら説明していきます。最後には理解度チェックも用意していますよ。日本の機関車では機関車の形式番号が前面や側面に大きく記載されています。 EF65、ED75、DD51 とかです。一方、アメリカの機関車は大きく表示されているのは番号のみです。番号とはそれぞれの貨物会社が与える固有番号です。ですので、例えば BNSF268 号は BNSF では一つの機関車のみに与えられています。一方で別会社の CSX でも CSX268 というように同じ番号が存在します。すなわち機関車の形式番号とは全く関係なく番号が与えられます。日本では DD51 ディーゼル機関車の場合 DD51、1から DD51、2と続いて番号が振られます。アメリカではそれぞれの形式で製造順に番号が振られるのではなく、会社ごとで番号が振られます。もちろん製造番号はありますが、アメリカでは一般的ではありません。アメリカでは番号のみが大きく書かれているので、どうやって車両形式を見分けたらいいのでしょうか。実は機関車の側面などに小さく書いている場合があります。ただ、全部の機関車に書いているわけではなく、会社によって書いている場所がまちまちです。書いていない場合も多く、特に走行中の機関車の識別は困難です。そこで機関車の特徴から車両形式を判断する方法をお伝えしますね。アメリカでは現在ディーゼル機関車はジェネラル、エレクトリック、GE とエレクトロモーティブ、ディーゼル、EMD の2社が独占していると前々回の動画でお話ししました。両社には一般的な機関車シリーズがあり、さらに固有モデルに分かれていますが、今回は基本的なモデル群について見ていきます。GE はダッシュ8、9シリーズ、AC44 シリーズ、ES44、CS45 シリーズ、ET44 シリーズがあります。
一方 EMD はゼネラル、パーパス、GP シリーズ、SD40 シリーズ、SD60 シリーズ、非常に多様な SD70 シリーズがあります。それでは GE の機関車から始めましょう。両メーカーの中で GE は確かに多様性は少ないですが人気があります。GE は数千台の機関車を製造し、性能の向上が著しく、この会社の売りです。正直なところ、外見に大きな変化はなく、よく知った人以外には同じに見えますが、内部には違いがあります。まず、GE ダッシュ8シリーズ D840CW について見てみましょう。これが C408W または CW408 と表記されることがありますが、同じものです。D8 はダッシュ8シリーズを示しますが、ダッシュ8シリーズとは1980年代のモデルということです。40はエンジンの出力が4000馬力であることを示し、C は C 動輪軸数を示し、W は運転台のアップグレードを意味します。運転台のアップグレードにより乗務員の安全性が向上したモデルであるということです。これら機関車の見分け方ですが、まずは台車です。D840CW 機関車では W の文字を潰したような形をしているのがわかると思います。次に運転台の形状に注目してください。丸みを帯びた窓など特徴的な運転台形状をしていることが見えます。また前面の手すりの形状や小さなデイライトが特徴です。さらに後部のラジエーターの形状も独特のものがあります。 NS や CSX などではネイザン K5LA ホーンがよく見られ、西部やカナダの鉄道会社ではレスリーホーンやネイザン K3LA がよく使われます。続いて GE ダッシュ9シリーズ1990年代になるとダッシュ9シリーズとなり、形式名も D940CW と変更されています。ダッシュ9シリーズではリブデザインが変わり、より四角いデザインの台車を持つようになりました。4400馬力のエンジンを搭載した D944CW も登場しており、 NS で長年使用されていました。ダッシュ8シリーズとの大きな違いは台車が大きく変更されています。前とは明らかに違う区形に近い形をした高い接地力を持つ台車デザインが採用されていて、これがこれ以降の GE の標準となります。またデイライトも位置変更され、後部のラジエーターの形状も変更されています。運転台の窓もより角張ったものになっています。これらの機関車は通常ネイザンK5LA ホーンが設置されており、西部の鉄道会社ではネイザン K3LA が使われています。ダッシュシリーズの最後になったこれらの機関車は GE が新しい AC シリーズに移行する前にリリースされた機関車です。続いて AC44 シリーズ。今までの機関車はすべて DC 直流駆動のトラクションモーターを使用していましたが、GE が AC4400CW をリリースしたことで AC 交流モーターを使用する機関車が標準となりました。これにより性能が向上し、 DC の前のモデルよりも人気が高くなりました。デザインは大きくは変わらず、ラジエーターも基本的に同じで、運転席も依然として広い運転席ですが、台車が異なります。ほとんどの鉄道会社が AC44 機関車で高接地力デザインを選択しましたが、カナディアン、パシフィックや CSX などはステアブル台車デザインを採用していました。しかし、これは標準仕様ではなく、より最近の GE 機関車でも大部分が高接地力デザインの台車で製造されています。ダッシュ9との最大の違いは、助手席側にあるインバータキャビネットです。ダッシュ9ではそのキャビネットの後ろにエアコンのボックスがあり、四角いベントで識別できますが、 AC タイプの機関車では運転台の後ろにあるスペースが滑らかなキャビネットになっています。運転席側では AC タイプの機関車は運転台のフレームの上にあるグリルで識別できますが、ダッシュ9にはこれがありません。
AC タイプの機関車はモーターの音でもさらに識別できます。AC モーターはなぜかホーと呼ばれる音がし、これですぐに AC タイプの機関車だとわかります。ダッシュ旧シリーズも高速度で走行する際にホーという音がありますが、 AC タイプの機関車ほど大きくはありません。 AC44 機関車はメキシコ、カナダ、アメリカで非常に人気があり、多くの鉄道において様々な改造が行われているため識別が難しくなっています。例えばユニオン、パシフィックでは標準の AC4400CW の他に空転防止機能を備えた AC4400CW、CTE、C44ACCTV などがあります。ここでお気づきと思いますが AC44 シリーズから形式番号に AC が用いられています。また CSX、カナディアン、パシフィック、ユニオン、パシフィックすべてが AC4400CWM というモデルを持っています。これも AC4400CW を改造したものですが、これらの鉄道会社でそれぞれ異なる名前が付けられています。ユニオン、パシフィックでは C44ACM、CSX では CM44AC、カナディアン、パシフィックでは AC4400CW と呼ばれています。また、鉄道会社は新しい機関車を注文せずに、古い機関車を分解して再組み立てし、最新の基準に合わせて改造するという傾向もあります。例えば、ノーフォークサザンの AC44C6M は、もともとはノーフォークサザンのダッシュ旧機関車でしたが、引退後に改造され、電子機器と AC モーターがアップグレードされています。また、ノーフォークサザンは AC44C4M というモデルも保有しており、6軸のうち4軸にモーターが搭載されています。AC シリーズには4400馬力を超える機関車が存在したことがあります。ユニオン、パシフィックと CSX は6000馬力の出力を持つ AC60CW 機関車を発注しました。しかし、性能やメンテナンスの問題により、これらの機関車は4400馬力モデルにダウングレードされるか、最終的には解体されました。次に現在の北米で最も一般的で人気のある機関車である GE のエボリューションシリーズ、通称 GEVO について話しましょう。これらは GE の次世代シリーズの機関車で、15年以上にわたって機関車のチャンピオンとなる性能向上が施されています。AC44 シリーズ同様、運転台はほとんど変わらず、台車も鉄道会社によっては高接地力またはステアブルのいずれかです。インバータキャビネットは AC シリーズのデザインに従っていますが、ビブが異なっています。ホーンは通常ネイザン K5HL が使われています。それでは最初の GEVO から始めましょう。最初の GEVO ではありませんが、最初に説明するのは ES40DC です。車両形式の ES はエボリューションシリーズを意味し、40は4000馬力を示し、DC は直流トラクションを意味します。これらの機関車はダッシュ Q40CW のように最終的には4400馬力にアップグレードされ ES44DC となります。このシリーズには交流トラクションを搭載する AC もあります。ES44DC と ES44AC はほとんど同じに見えますが、 ES44AC は AC モーターを搭載しており、音が大きいです。見た目の違いとしては ES44DC にはインバータキャビネットのドアにある X 字が1つだけであるのに対し、 ES44AC のインバータキャビネットドアには2つの X 字があります。非常に微妙ですが、よく見ると判別することができます。ES44AC にも鉄道ごとにいくつかのバリエーションがありますが、この前に説明した AC44 シリーズほど多様ではありません。例えば CSX には ES44ACH があり、これは基本的に ES44AC ですが、約17000ポンド、約 7700kg、等目、牽引力が高いです。また、ユニオン、パシフィック鉄道にも様々な ES44AC モデルがあり、C45AH や C45ACCTE として登録されています。これらは
ユニオン、パシフィックの用途に合わせて製造されたモデルで、C45ACCTE は制御トラクティブエフォート技術を持ち、 C45AH は通常仕様より重い高牽引力機関車です。 BNSF には ES44C4 というモデルもあります。これは ES44AC の変種で、4軸に動力が供給される A1A、P1A 台車アレンジメントを持っています。 ES44C4 を識別するには、台車の外部中央付近に見られる追加のシリンダーを確認してください。これらのシリンダーは中央の無動力車軸を持ち上げて、外側の駆動軸により多くの重さをかけ、牽引力を増加させるためのものです。ラジエーターを見てみてください。ラジエーターの上部には2段に分かれた形状があり、 AC44 やダッシュ9の平坦な形状とは異なります。このデザインは古いジーボのパターンと新しいジーボのパターンがあり、いずれも以前の GE モデルとは異なります。上から見るともっと容易に違いが分かります。ジーボにはターボチャージャー用の追加のファンが中央にあり、ラジエーターの翼部分には2つの大きなベントがあります。ジーボ機関車のエンジンは非常に独特な音を出し、特に DC タイプの機関車では低いゴロゴロ音が聞こえます。 AC タイプの機関車でも同様にゴロゴロ音はあり、以前に話した AC モーターの高い方と混ざるような感じです。続いて GE の最新の主要な生産ラインであるティア4ジーボシリーズに進みます。これらは EPA のティア4規制を満たすように設計された機関車で、ティア3やそれ以前の基準に比べて特定の汚染物質の排出を 70% 削減することが求められています。これを実現するために GE は改良された排気ガス除去システムを機関車に搭載する必要があり、そのために機関車が大きく重くなりました。ティア4ジーボはほとんどが ET44 という名称で、 T はその機関車がティア4規制を満たしていることを示しています。ただユニオン、パシフィックのようにこれらのティア4機関車を他のジーボと同じように C45AH として分類している場合もあります。 ET44 シリーズの他のバリエーションも以前の ES44 シリーズと似た傾向を持っています。例えば CSX には ET44AH というより重い ET44AC がありますし、 BNSF には ET44C4 のような4つの動力トラクションモーターしかないものもあります。 ET44 は機関車の後部近くにハンプがあり、ここに排気ガス除去装置が搭載されています。後部のデザインが異なり、以前に比べてはるかに大きな音を発して、他の GE 機関車にはあまり見られない音が混じります。ホーンの音も良い識別ポイントかもしれません。 ET44 機関車のホーンは音が吹き出す時にわずかにフェードアウトする傾向があり、音がシャープに切れることはありません。次はエレクトロ、モーティブ、ディーゼル、EMD です。 GE が今日の人気メーカーかもしれませんが、 EMD は昔から機関車開発でより多様な役割を果たしており、実際には GE がメインとなる前は一番人気のあった会社です。それでは EMD の初期の世代から機関車を見ていきましょう。最も一般目的に製造されたゼネラルパーパス GP シリーズがあります。50年以上前のものも含め GP モデルには非常に多くのバリエーションがありますので、全てを網羅することは難しいです。簡単に言えば GP 機関車は4軸の機関車で、車体が短くほとんどが標準的な運転台を持っています。これらは広い運転台が業界標準になる前に製造されており、かつては本線で走行していましたが、現在はほぼローカル線やヤードで使用されています。例えばノーフォークサザンでは GP38、2や GP60、GP40、2が活躍しています。さらにパワー GP シリーズにはスラッグセットがあります。スラッグは自身のエンジンを持たず、通常は何らかの GP 機関車から電力を供給されモーターで走る動力車です。スラッグにも多様なバリエーションがありますが、 GP 機関車を母機マザーとして使用しています。次に SD40 についてです。SD はス
スペシャル、ビューティ、追いミシ。これはヤードとかの仕様ではなく、本線で使用される EMD の機関車シリーズです。SD40 は EMD ディーゼル機関車の最初のものではありませんが、最も長い歴史を持つものの一つです。SD40 のフェーズに SD40、2が最も多用途な機関車と認識されており、1970年代製造でも今なお北米全体で使用されています。GE では機関車形式の40が馬力を示しますが、EMD ではこの慣習は現在使われておらず、数十年前に廃止されました。SD40 には約3000馬力の性能があります。SD20 や SD30 の使用していた場所の後継機として SD40 が引き継ぎました。SD40、2が最もよく見かける SD40 モデルですが、地方鉄道によっては他のモデルも残っています。SD40 のほとんどは6軸の DC 駆動機関車で、標準的な運転台と特徴的な台車が備わっています。台車は5ホールのフレックスコイル台車または6ホールの高牽引力台車があります。ラジエーターのファンが3つあり、ノーズとテールの前に多くのスペースがあります。また、前面に2つの丸い前照灯と少し低い運転台が見分けのポイントです。また、SD40 のエンジンは非常に特有の音を出します。ノーフォークサザンでは SD50 から再構築された SD40E という強化型 SD40 が見られます。また、カナディアン、ナショナルでは SD40、2が広い運転台を持つバージョンの SD40、2W があります。本線でこのような機関車を見た場合は、ほぼ SD40、2が最も可能性が高いです。ですが、SD40、2は他の形式と非常によく似ています。例えば、2000馬力の SG38、2は SD40、2に非常に似ており、2つのラジエーターファンに対して3つのラジエーターファンの違いです。続いては SD60 です。残念なことに、元の標準運転台を持つ SD60 はほとんど見かけなくなりました。SD60 は貨物会社の方針で SD63 への再構築が行われています。オリジナルの SD60 はほとんど見かけることがありませんが、ノーフォークサザンでは SD60E という新しい技術を搭載した強化型 SD60 を見ることができ、非常に大きな K5LA ホーンと広い運転台を備えています。SD60E の特別な広い運転台はクレセント運転台として知られており、貨物路線本線でこれらの機関車を見かけることができます。性能の問題から本線での活躍に制限があり、SD60 のいくつかはローカル業務で見ることができます。元の SD60 は SD40、2と非常に似た台車と運転台形状を持っていました。SD60 と SD40、2の最大の違いの一つは、ノーズとテールエンド周辺のスペースが SD60 ではずっと小さいことです。SD60 の改良型には、広い運転台を持つ SD60M や、振動を制限するために隔離運転台がついている SD60i があります。これらの機関車は、経年変化や故障率の多さなどの影響で、ほとんどがローカル鉄道に売却されたり、解体されたりしています。次に EMD の重化運搬機関車で最も一般的で人気のあるシリーズ SD70 の紹介です。この機関車は最も多様なシリーズで、鉄道ファンの最も人気の機関車です。オリジナルの SD70 機関車は標準運転台デザインはスパルタン運転台と呼ばれ、外観は SD60 と非常に似ていますが、SD60 は3000馬力であるのに対して SD70 が4000馬力です。大きな違いとして台車のデザインです。SD60 が HTC 台車を持っていたのに対し SD70 は HTC-R 台車を初めて導入しました。この台車はカーブを走行する際に車輪が自動的に向きを変えることで摩擦を減少させました。一部の後期 SD70 モデルには HTC-R 台車のラジアル部品なしの HGSC 台車が装備されており、HTC-R 台車と紛らわしい状態になっています。SD70 は広い運転台を持つ SD70M や
フレアのついたラジエーターファンを持つモデルも登場しました。 SD70M は DC 駆動の SD70M により長いボディを持ち AC モーターを導入した SD70MAC へと引き継がれました。しかし SD70MAC は排ガス排出量が多かったため4300馬力の SD70ACE にとって代わられました。 ACE は SD70M2 の AC バージョンです。 SD70ACE と SD70M2 の見分け方としては、 ACE には運転台の運転士側の後ろに2つの大きなベントがあるのに対し、 SD70M2 には滑らかなボックスしかない点です。 ACE は若い鉄道ファンの間で最も人気のある機関車で、シャープな運転台、風を切るようなラジエーター、非常に大きなネイサン K5LLA ホーンが特徴です。ユニオンパシフィックは通常の SD70ACE もありますが、近年導入した機関車は SD78HS で、これは単に SD70ACE を重くしたものです。ガス排出量に関しては SD70ACE は前の SD70 モデルよりも断然クリーンですが、2015年に発表されたティア4排出基準には達することはできませんでした。そこで EMD は SD70ACE、T4 や CSX の SD78H というモデルを開発しました。これらの機関車はより丸い運転台と大きなエンジンフードを持ち、主にユニオン、パシフィック、CSX、そして一部カンザス、シティ、サウザンで使用されています。しかし、これらのモデルは GE、ET44AC に対抗できず、あまり見かけることはできません。SD70 ラインの後には SD80 ラインが続きました。実際の活躍したのは SD80MAC と SD90 で、非常に強力な機関車なのですが、現在では使用されることはなく、引退または廃止されています。また SD90MAC は納品後に SD70AC 機関車に改造されました。 ACU は ACE と非常によく似ていますが、大きく異なるテールデザインを持っています。 ACU は ACE のベントの代わりに運転士側に非常に大きなカットがあります。以上で実際に高い確率で見る機関車の見分け方をお伝えしました。細かい分類まで見分けるとなると非常に難しいということがお分かりになると思います。先に話したように現在運用中の全ての機関車をカバーできるものではないことをご了承ください。一つ、車両形式の見分けの際に注意していただきたいことがあります。機関車に小さく形式が記載されている場合があるとご説明しました。この書かれた形式、信用しないでください。機関車の表示が古かったり、現在の仕様に更新されていないことがあります。例えば、4000馬力の GE が4400馬力にアップグレードされた際、多くの機関車は表示が変更されなかったことがあります。ES40DC や C40、QW とラベル付けされていますが、実際には ES44DC や C44、QWS ということがあります。アメリカのいい加減さがここにも出ていますね。車両形式の見分け方をご紹介しましたが、難しいと思っている人も多いと思います。投稿主も同じです。まずは大まかな形式だけ見分けれるようになれれば十分と思います。このチャンネルでは編成数クイズやコンテナ数クイズでたくさんの機関車が登場しています。今後は編成数クイズやコンテナ数クイズで両数や個数だけではなく、どの製造メーカーの何の形式の機関車かも出題したいと思います。ぜひ挑戦してみてくださいね。最後に簡単なテストを2つ用意しました。この編成の機関車の車両形式を考えてみてください。それでは第1問。それでは答えです。1台目 GE、DQ、
44CW、C44、QW、2代目、EMD、SD70ACE でした。それでは2問目。それでは答えです。1代目 GE ES44AC H C45AH、 2代目 GE AC44C6M、 3代目 EMD SD70ACE、 4代目 GE AC44CWCTE、 5代目 GE ES40DC、 6代目 EMD SD70ACE でした。全部合っていた人はいますか？投稿主はよく間違えていますので、全部合っていた人はすごいと思います。今回の動画はいかがでしたでしょうか？気に入った方はぜひいいねボタンをお願いします。次回もお楽しみに。